あなたはクマの本当の恐ろしさを知っていますか？ 2021 年7月16日、アメリカ・アラスカ州北部の荒野でのこと。この日、沿岸警備隊のヘリコプターは悪天候を懸念し、いつもとは違うルートを飛行していました。ヘリが目的地まであと 60km ほどという場所にある離れた荒野にかかった時、眼下に一軒の山小屋を発見。おい見ろよ、屋根に何か書いてあるぞ。山小屋の屋根に大きく書かれていたのは SOS Help Me。さらに SOS の文字の隣では傷だらけの男性が手を振っていました。ただごとではないと直感した沿岸警備隊はすぐさまヘリを着陸させ男性を救助。隊員の一人が何があったのか男性に尋ねると、男性から信じられない話が。救助された男性は1週間毎日同じクマに襲われていたんです。アラスカの荒野で1週間毎日クマに襲われた男。彼はどのようにして生き延びたのでしょうか。奇跡的な幸運が重ならなければ命はありませんでした。おそす、インターン生募集中、アルゴメトリのケンちゃんです。恋の獣、闇闇子ですが、本日は1週間毎日クマに襲われたというね、もう意味わかんない事件とですね、史上最悪のね、クマのね、事件だと言われているマイソールの人食いグマについて紹介していきたい。ナイスってか、なんか2021年の7月に起こったんでしょ。めちゃくちゃ最近じゃない？最近ね、東北とかね、北海道でクマが出没するみたいなね、ニュースめちゃくちゃ見るんでね、特にね、メトランの皆さんの中でもアウトドアね、山の周りね、行く人、本当にお気をつけください。まずは冒頭でヘリに助けられた人物が一体そもそもどうやってクマに襲われてしまったのか見ていきたいと思います。突如現れた巨大グマ。2021年7月初め、アメリカ・アラスカ州北部にあるノームの町から 60km ほど離れた大自然が今回の舞台。この辺りは豊かな野生の花々やツンドラの植物が大地を覆い、ジャコウウシやトナカイの群れが草を食べる姿が景色の中に広がっているんです。平和だな。この話の当事者リチャード・ジェシーは炭鉱夫で山小屋で寝泊まりをしながら仕事をしていました。それは鉱山での仕事を終え、四輪バギーに乗り自分の山小屋に帰る途中、山小屋のそばを流れるキーナイ川に差し掛かった時、晴天の下、ジェシーが気持ちいい風に吹かれながら走っていると、突然巨大なグリズリーが襲いかかってきたんです。怖すぎ。グリズリーとは北アメリカ大陸全域に生息するクマで、ヒグマの一種。オスの体長は平均2メートル、体重は 260kg を超え、メスでも平均 170kg を超える大型のクマなんです。今までに発見された中で最も大きなグリズリーになると 508kg という記録が残っています。力はもちろん運動能力にも優れていて、巨大な体格に似合わず走るのも得意。本気を出したグリズリーの最高速度はなんと時速 50km 以上。いや、めちゃくちゃでかいのにそんな速いの？ 50 キロ？めちゃくちゃでかい。前世紀のね、ウサイン・ボルトの速度が時速 45km なので、オリンピック選手でも逃げ切ることができないんです。もう人間は無理。全人類誰も逃げ切れないじゃない。だから山奥とかにいるオリンピック出ねえけどボルトより速いわみたいなやつギリ逃げれるかもしれないし、逃げれないかもしれない。絶対ない。いや、わかんないよ。あんたマジ？俺時速 47km だからギリ無理。いたじゃん。クマに気がついたジェシーはどうにか逃れようとバギーの速度を上げました。しかし次の瞬間、クマはいとも簡単にバギーをひっくり返し、ジェシーを川に引きずり込んだんです。ジェシーは恐怖に震えながら懐からリボルバー式の拳銃を取り出し、クマに発砲。残念ながらクマには当たりませんでしたが、効果はありました。銃が威嚇になったのか、クマが少しひるんだんです。その隙を見てジェシーは必死で走り、命からがら山小屋まで逃げ込んだんです。しかしまだ助かったとは言えません。なぜならクマがジェシーの匂いを追って後をつけてきていたから。実はクマは非常に優れた嗅覚を持っており、その嗅覚は犬の21倍。すごすぎて逆にわけわかんねえわ。クマの嗅覚は哺乳類界最強と言われるほど優れていて、風が吹けば 30km 離れた場所の匂いを嗅ぎつけることもできるそうなんです。すげえな。つまり走って逃げた人間の後を追うことなどクマにとっては簡単なこと。もうプーさん怖くなってきたわ。もうほどなくしてクマはジェシーの隠れる山小屋にたどり着き、壁やドアを執拗に攻撃し始めたんです。もう終わりだ。俺にはここから助けを呼ぶ手段がない。これ最近の話でしょ？携帯とか持ってたでしょこれ。バギーが転倒した際にね、携帯落としちゃったんですよ。
じゃあどうすんの？何？もうクマが諦めるまでじっとしているしかないみたいな。おっしゃる通りなんです。もうね、山小屋に立てこもるしかないんですよ。最悪、絶対絶命。めちゃくちゃピンチ。恐怖の1週間。クマはしばらく山小屋を離れませんでした。クマが毎晩山小屋の周りでうなり声を上げて執拗に威嚇していたため、ジェシーは眠ることもできなかったんです。ジェシーとクマの根比べは4日間も続いたんです。連絡手段も逃走手段もないジェシーには、クマがいなくなってくれるまで山小屋の中に立てこもるしかありませんでした。そして5日目の朝、ついにクマが山小屋から離れたんです。今だ！今しかチャンスはない！ジェシーはクマがいないことを確認し、外に出ました。そして彼は小屋の屋根に登り、大きく SOS の文字を描いたんです。それからは夜眠る時だけ山小屋の中に入り、起きている間はひたすら屋根の上で助けを待ち続けたんです。そしてクマに襲われてから7日目、ようやく沿岸警備隊のヘリに救助されました。救助された時、ジェシーはいくつかの大きな打撲と膝の怪我はあったんですが、命に関わるような怪我はありませんでした。ヘリが山小屋からおよそ 40km 離れたノームの町に着陸すると、ジェシーはすぐに救急車で病院に運ばれ手当てを受けました。そして事件後、驚愕の事実が発覚するんです。ジェシーの小屋から半径数キロ以内の地域で次々とクマが発見されました。その数なんと25匹。ジェシーが救出されるまで無事だったのは本当に奇跡のようなことだったんです。助かってよかったわね。でも4日間もずっと待ち続けるなんてめちゃくちゃしつこいクマじゃないこいつ。めちゃくちゃしつけえな、ほんと。メンヘラかよってね。あんた、日本、何あんたの元カノクマ？いやいや、俺の元カノがクマ言うのもちょっと失礼なんで、それは置いといてね。いいんですよ。日本でもね、有害事件として有名な三毛物ヒグマ事件っていうのがあるんですよね。終着地すごくて、本当にしつこいね、もうドメンヘラっすよ、クマは。可愛いですけどね。でもやっぱそういう習性があるっていうことなんです。まあそのためね、何回もね、同じクマに襲われたっていう事例が世界中でめちゃくちゃあるんですよ。他にもあんの？続いては1頭のクマが同じ村をね、襲い続けているというね、恐ろしい世界最悪の有害事件と言われているマイソールの人食いグマ事件について紹介していきたいと思います。史上最悪の有害。遡ること64年前の1957年、舞台はインド南部マイソール州アシュケレという町にほど近い農村地域で史上最悪のクマ事件が起こったんです。人々が暮らしている村近くの岩場に一頭のクマが巣を作ったのが始まり、クマは村の畑を荒らし、次第に昼夜を問わず姿を見せるようになりました。人間に慣れてきたのか、クマの行動はだんだん大胆になってきました。黙ってやられているわけにはいかない村人たちはクマを追い払うため様々な策を講じました。しかし村人が行った対策は全く効果がないどころか、クマを無駄に刺激してしまったんです。人間を敵と認識したクマにより、村は地獄のような光景に。なぜなら何十人もの人たちがクマに襲われ、その多くが顔面を引き裂かれ死亡したんです。奇跡的に一命を取り留めた人たちも鼻や目玉に重傷を負っていました。ひどい、本当に。本当さっきのジェシーはさ、ほんと奇跡の生還だったわけね、あれは。そうなんですよね。マイソールのこの人食いグマっていうのは、インドに多く生息するナマケグマっていうね、その種類の違いがもあったのかもしれないですね。ナマケグマ？ナマケグマ。パッと聞く感じすごいおとなしそうじゃない？おとなしそうで可愛らしいイメージがね、あるんですけど、実はそんなに可愛いクマじゃないです。というわけで本日のメトラキーワード、ナマケグマについて。ナマケグマはインドからスリランカの森林に生息しているクマで、体毛が長く頭が大きいのが特徴。木にぶら下がっている姿を目撃されることが多く、その姿がナマケモノに似ていることからナマケグマと名付けられています。実はナマケグマは非常に好戦的な性格をしていて、アジア最強の肉食獣ベンガルトラを撃退することもあるんです。またナマケグマの前足には長さ 8cm ほどの強力な爪があり、ナマケグマには敵の顔を集中的に攻撃する習性があるんです。そのため追い払おうとしてナマケグマを怒らせてしまった村人たちは、長い爪で顔面を引き裂かれるように殺されてしまいました。トラまで撃退しちゃってめちゃくちゃ強いじゃないの？そうなんですよ。前にも紹介したね、金メダルネズミっていう動画と一緒に紹介したね、ベンガルトラも追い払えるぐらいの好戦的で非常に攻撃力がね、あるね、ナマケグマ。人間が太刀打ちできるわけがないんですよ。で、そんな強いやつどうしたのよ？ある一人の男にね、村人たちは助けを求め始めたんです。たった一人？伝説のハンター。
村人たちが助けを求めた男は当時インド中で名が知られていた人物、ケネス・アンダーソン。アンダーソンはハンターをしながら作家としても活動するインド生まれのイギリス人でした。めちゃくちゃかっけえな。著作のほとんどは人を襲う肉食獣との戦いを記録したもの。そしてアンダーソンは数々の猛獣を討伐してきた功績から伝説のハンターと呼ばれていました。アンダーソンがナマケグマ退治の依頼を受けて間もなく、村外れの街道沿いにあるイスラム教の寺院で一人の若者がナマケグマに襲われました。命は助かったものの、若者も鋭い爪で顔面を引き裂かれ重傷。若者は祭壇にイチジクを備えて神に祈りを捧げている時、突如背後から巨大なナマケグマが現れ、逃げる間もなく襲われたと証言しました。この話を聞いたアンダーソンはすぐに現場の寺院に向かいました。しかし活動が活発になる夜になっても一向にクマは姿を見せません。アンダーソンは巣があると思われる岩場の洞窟にも行ったんですが、そこにもクマはいませんでした。これは長期戦になると感じたアンダーソンは村人に、またクマが現れたら連絡するようにと言い残し、町に戻って準備を整えることにしたんです。ちゃんと準備してから行きなさいよ。何やってんのよ。アンダーソン場数踏んでたから、もう巣の位置が分かればもう余裕だわみたいなね感じだったんですよ。でも思ったより長丁場になってしまって、結局長期滞在のね準備、やっぱ余裕じゃねえわっつって準備し始めるっていう。ちゃんと最初からせいバン。若者が襲われてから1ヶ月ほど経った頃、クマはアシケレではなく、アシケレから少し離れたサクレパトナという町に現れました。ちょっと美味しそうだな、名前が。はじめにクマに襲われたのは薪割りの作業をしていた2人の男性。1人は軽傷で済んだんですが、もう1人は瀕死の重傷。2人から話を聞いた現地の森林局の役人はすぐさまアンダーソンに連絡。数日後、クマを討伐するための十分な装備を持って現地に到着したアンダーソンは、森林局が所有する小屋を拠点にしてナマケグマを探すことにしました。クマを探し始めてから10日ほど経った時、牛を放牧していた男性が襲われたと一報が入りました。場所はサクレパトナから 5km ほど離れた丘。知らせを聞いたアンダーソンはライフルを手に持ち、現地人4人を連れて報告のあった丘に向かいます。しかしジャングルを1時間ほど歩いて丘に到着すると、現地人4人はそれ以上アンダーソンに同行することを拒否したんです。なぜここまで一緒に来た？アンダーソンは仕方なく一人でクマの捜索をすることに。アンダーソンが報告のあった場所の周囲を探していると、かすかなうめき声が聞こえてきました。声がした方に向かうと、木の根元に血まみれの男性が横たわっており、その顔には鋭い爪で引き裂かれた跡が。アンダーソンは男性をすぐさま近くの村に運び込み手当てを行いましたが、残念ながら男性は翌日の朝5時に亡くなりました。そしてアンダーソンはこの男性を運んでいる最中に足を捻挫、村の病院に1週間入院することになりました。アンダーソンの入院中もクマは人間を襲い続けていたんです。すでにクマの被害者は30人を超えており、そのうち12人が死亡。これは世界中の有害の中で最も多い人数。退院したアンダーソンは最後にクマの襲撃があった現場に急行。夕方に到着したアンダーソンは大きな木の麓でクマが現れるのを待ち続けました。そして夜11時頃、アンダーソンは何かが穴を掘っている音を耳にします。音を頼りにそっと近づくと、穴を掘っていたのは例の殺人熊でした。アンダーソンが松明で照らすとクマはたじろいだんです。しかしすぐに後ろ足で立ち上がり、アンダーソンに襲いかかろうとします。アンダーソンはすかさずウィンチェスターライフルを構え発砲。弾は見事にクマの心臓に命中。こうしてケネス・アンダーソンは数多くの人の命を奪った殺人熊を仕留めることに成功したんです。